絶対絶命ではなくて、シュレーディンガーの猫。疑似科学を一刀両断。ノイマンは、量子力学の数学的基礎という本を執筆しました。そこに書いてあることの一部を次に示します。量子力学を、ヒルベルト空間におけるハーミット差要素の三法として定式化。行列力学も波動力学も、この三法の特定の表示に過ぎないことの証明。標準理論の数式では、隠れた変数理論が成り立たないことの証明。物心平衡論は科学的世界観の基本的要請である。測定する側とされる側の境界をどこにでも設定できるのが物心平衡論の原理。測定する側とされる側の境界をどこにでも設定できるとは次のようなことを言います。ここに境界を設定してもよい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 。その後、アインシュタインらが有名な EPR 論文を発表しました。そして、EPR 論文に触発されたシュレーディンガーは、次の条件では経験則に合わないことが起こると指摘しました。それが、有名なシュレーディンガーの猫の思考実験です。次の3つを箱に入れます。比較的短い半減期でアルファ崩壊する原子1個。アルファ粒子検出器に連動させた毒ガス発生器。猫、半減期が来れば、その時にアルファ粒子が放出されている可能性は 50% です。その時、箱の蓋を開ければ、猫の生死の確率は50-50となります。では、この猫の生死が決まるのはいつでしょうか。アルファ崩壊は量子力学的現象なので、遮影仮説が適用されます。だから、アルファ粒子が放出されるかどうかは測定するまで決まっていないことになります。そして、アルファ粒子と相互作用する毒ガス発生器の動作も測定するまで決まっていないことになります。同様に、猫の生死も測定するまで決まっていないことになります。ここで、境界を猫と人間の間に置くと、人間が猫を観測するまでは、猫の生死が確定しません。つまり、箱を開けるまでは生きた猫と死んだ猫の重ね合わせとなります。そんなバカなことってありますか？という問題提起の思考実験です。この問題は、最新の量子測定理論で解決済みです。量子測定理論によれば、測定する側がされる側に与える影響、測定系からの反射を考慮しないと、計算結果と実験結果が一致しないとされています。測定される側の終点が、ミクロの場合、測定系からの反射は無視できません。だから、測定する側とされる側を切り離すと、全く違った結果となります。一方で、測定される側の終点が、マクロの場合、測定系からの反射はほとんど無視できます。だから、測定する側とされる側を切り離しても、結果はほとんど変わりません。このような境界をハイゼンベルクカットと言います。ハイゼンベルクカットより、右側の境界は、すべてハイゼンベルクカットとなります。左側は、ハイゼンベルクカットになるとは限りません。測定する側を切り離しても、結果がほぼ変わらないということは、測定される側だけで、ほぼ結果が決まると考えられます。この思考実験では、粒子検出器までに、ほぼ結果が確定します。よって、生きた猫と死んだ猫の重ね合わせは発生しません。以上の通り、我々の経験則に反することなど起きません。めでたし、めでたし、疑似科学的説明を一刀両断。意識が結果を決めると、ノイマンが言った。意識が結果を決めると主張する人たちによれば、ノイマンは、結果が決まる場所は、観測者の意識に限りなく近くなければならない。すなわち、意識が結果を決めると主張したことになっています。しかし、ノイマンが辞書で言及したことは、
観測する側とされる側の境界であって、結果が決まる場所ではありません。また、境界を限りなく観測者側に近づけることができるとは言っていますが、観測者側に近づけなければならないとは言っていません。以上の説明には、科学と疑似科学を取り違えるような大きな間違いはないはずですが、内容の正確性は保証しません。これを作成するために参照した資料の一覧を示します。ナレーションはボイスロイドプラス、ゆずきゆかり EX さんでした。